面白い漫画が多すぎる。こんにちは、漫画オタクのはやんです。最近面白い漫画多すぎないですか？僕も毎日のように漫画読んで面白いなと思った作品紹介していこうと思うんですけど、面白い作品が多すぎてなかなか追いつかないんですよね。で、今回は期間1巻で最近読んで面白かった作品を5つ紹介しようかなと思うんですけど、この最新漫画紹介の企画をこれから週1で出していこうかなと思ってます。週末金曜日か土曜日に期間1巻の最新おすすめ漫画を紹介していく動画を上げていこうかなって思ってます。なので最新の面白い漫画知りたい人はぜひ今のうちにチャンネル登録お願いします。はい、ということで今日も早速おすすめ作品5つ紹介していきます。で、まず1つ目、天外のボールトです。もうこんな漫画を待ってた。 SF 大好きな僕からしたらもう最高の漫画でした。簡単に内容を説明すると、人知を超えた謎のオブジェクト管理物によって巨大な都市のある上界と荒廃した下界に分断された世界。そんな世界で主人公の手塚が下界で管理物を回収する任務を遂行しながら消えた妹を探していく SF アクションです。もう正直僕が好きな要素が詰まりまくってましたね。設定について詳しく説明されるわけではないんですけど、圧倒的な画力とテンポで一瞬で物語の世界に引き込まれます。上界と下界とか謎の管理物とか荒廃した世界っていうこの要素だけでめちゃくちゃワクワクするんですけど、荒廃した下界の空気感とか得体の知れない管理物の不気味さとか、もうこの漫画の世界観がもうとにかく最高なんですよね。アキラとかブラムみたいな世界観が好きな人は結構ハマるんじゃないかなと思います。 SF 漫画とか好きな人には特におすすめです。2つ目、ピンキースマイリーはバズりたい。動画配信をしているけど全然伸びなくて悩んでいた女子高生がある日下駄箱に入っていた謎の指輪をつけてしまったことによってヒーローになってしまうお話です。この世界では怪人が現れて、その怪人から住民たちをヒーローが守っていくんですけど、ヒーローは住民たちに自分たちの存在がバレたらダメなんですよ。だから目立ったらいけないし、戦っているところを見られても、その見てしまった人の記憶を消さないといけない、そんな感じでヒーローは怪人と戦っていくんですけど、主人公の福園エミリはもうとにかくバズりたいんですよ。だからヒーローになったんですけど、ちやほやされるのがもう大好きやから、正義感っていうよりかは承認欲求で怪人と戦っていくんですよ。ここがめちゃくちゃ現代っぽいなって思いますね。バズりたい、見られたい、認められたいみたいな、こういう自己顕示欲がヒーローの原動力になってるっていうのが新しいなって思います。でもただ承認欲求が強い痛い女の子って感じじゃなくて、性格はめっちゃ明るくて友達思いなんですよ。だから嫌な感じは全然しないし、むしろ頑張ってほしいなっていう、そんな感じで応援したくなるいいキャラやなって思います。ちやほやされたくてヒーローになるっていう、承認欲求かけるヒーローっていうありそうでなかったかなり現代的なヒーロー漫画かなって思います。絵もめちゃ可愛くてギャグもあって笑えるんでめちゃくちゃおすすめです。3つ目、君と桜の花束を。夢があって難関大学に合格したものの親の都合で進学できずに日雇いバイトで生活する主人公が元人気アイドルで医学部を目指す女の子の家庭教師になるお話です。設定は結構王道なラブコメなんですけど、これがいいんですよね。夢を諦めた主人公と夢を追う元アイドル、こういうラブコメめっちゃ好きなんですよね。他にも素顔を隠して歌手活動をしている同級生のヒロインも出てきて、ダブルヒロインで物語が進んでいく感じですね。もちろんラブコメとしての華やかさもあるんですけど、夢とか挫折とか再出発みたいな青春要素もちゃんとあって、かなり読みやすいラブコメかなと思います。キャラクターの表情とか光の表現とかがめっちゃ良くて、文字通りめちゃくちゃ眩しい青春漫画ですね。王道の青春ラブコメが好きな人にはめちゃくちゃおすすめです。4つ目、エニグマティカ。舞台は第一次世界大戦後のロンドン。日本人の元暗号解読官坂口一輝が絶対不可侵とされた暗号機エニグマの解読に挑むお話です。暗号を解く者作る者の人生を描いた秘密の戦争の物語です。一巻を読んだ感想はもう映画面白っていうよりはすげえって感じましたね。一コマ一コマにこだわりを感じるし、絵がうまいっていうよりもう芸術の域やなって思いました。暗号解読の漫画っていうと、ちょっと難しそうかな、読みにくいかなって思う人もいるかもしれないんですけど、全然そんなことなくて、暗号を解読するシーンの緊張感とかもめちゃくちゃ伝わってくるし、誰が読んでも分かりやすいように描いてくれてます。
で、ただ暗号を解読するっていうだけじゃなくて、迫力あるアクションシーンもあるんですよ。もうそれがめちゃくちゃ躍動感あってかっこいいんですよね。漫画っていうより、主人公のドキュメンタリーを見ているような重厚感がありましたね。正直次に何が起こるのか予測不能で、もうページをめくる手が止まりませんでした。知みたいな知的好奇心を刺激される漫画が好きな人は絶対ハマると思います。5つ目、悪霊家族。事故で命を落としたけど幽霊になって元の家で仲良く暮らす家族のお話です。この漫画はホラー漫画の皮をかぶったギャグ漫画です。もうこの表紙からは想像できないぐらい笑えます。自分たちの住む家が心霊スポットになってしまって肝試しにたくさん人がやってくるんですよ。そんな人たちを幽霊になった家族が追い返そうとするんですけど、その過程がもうとにかく面白いんですよね。雑誌が最強ジャンプなんで子供向けかなって思う人いるかもしれないんですけど、もう全然そんなん関係なく大人が読んでもめっちゃ面白いです。これはねマジで試し読みでもいいから一回読んでみてほしいですね。それでこのギャグが合うなって思った人はずっと面白いと思います。個人的に最近読んだギャグ漫画の中で一番笑ったんじゃないかなと思います。それぐらい面白かったです。はい、ということで期間1巻の最新おすすめ漫画を5つ紹介してきました。もうほんまにどれもおすすめなんでぜひ読んでみてください。で、今日紹介した中で特に好きなのはこのエニグマティカですね。もうほんまに面白かった。最初映画みたいって言ったんですけど、読んでもらえたら僕が言ってることがわかると思います。漫画を読んでるっていうよりかはもうほんまに映像を見てるような感覚に近かったです。独特の空気感にめちゃくちゃ魅了されました。暗号解読っていう難しそうなテーマを、こんなに分かりやすく伝えてくれる絵の表現力と話の構成力はすごいなって思いましたね。もうぜひ一度読んでみてほしいです。はい、ということでこの動画が参考になった、面白かったっていう人はチャンネル登録、高評価、ハイプもよろしくお願いします。こんな感じで週1回最新のおすすめ漫画紹介していくつもりなんで、ぜひチャンネル登録もお願いします。皆さんの最近読んで面白かった漫画もコメントで教えてください。僕結構コメント参考にして漫画買うことも多いんで、ぜひ皆さんの好きな漫画も教えてください。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。